クロージング単体においても説得じゃないんですよね。ほとんどの人が持ってる苦手意識はいらないんですよね。いらない。相手を動かすには感情を理解し共感しないといけないんですよ。その瞬間もう全部それまでの説明を無に帰す可能性がある。確かにそうですね。これ聞く人はほとんどの人ができないようですね。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、これまでに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり、人材育成などお話ししています。もし興味があったら見てください。はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。前回に引き続き本日も営業ステップその4ということで、今回はクロージングですね。クロージングも結構奥深いというか、いろいろあるということで、ぜひお話を伺えればと思います。クロージング苦手な人多いですよね。苦手な人多いですね。クロージングがなんで重要なのかっていう点でいくと、はい、最初の方に言った営業は説明とか説得じゃないよと、誘導ですよと。誘導。クロージング単体においても説得じゃないんですよね。あ、そうですか。だからなんだろうな、納得と選択の支援なんですよ。営業が苦手な人の多くがクロージングに苦手意識を持つのっていうのは、ほとんどが断られる恐怖とスキルが不足してるからだけなんですよね。なるほど。僕は2つ考えていて、1つはそんな簡単に決まるわけねえだろと。だからそもそも断られる前提であったり、もう1つは断られたり反論されたり先延ばしされるのは、もしかしたら試されてるだけだよねと。試されてるだけ。いい解釈ですね。だから要はこの人は本当にこれをこう思ってるのかやりたいのかって試されてるだけだから、その場だけはすごいうまく言ったけど、結局じゃあ1日2日3日4日とか1週間2週間経った時に、それでも本当にこの人やる気あるのかなと、ぐらいに考えてますよね。断られるものだから、その場ですぐ決まらないものだからという前提で言ってますので。なるほど。飛び込み営業と一緒ですよね。僕らも昔、僕が不動産の会社にですね、これ紹介してくださいとかって言ったことあるんですけど、今でもそういう営業いるんですけど、断られるのは当たり前なんですよ。まあそうですよね。とか、アウトバウンドの会社だと100件電話して1件のポイントが取れるかどうかみたいな会社もいっぱいあるわけですよ。だから断られるのがもうほぼ前提で、その中でどうこのね、受注できる案件を見つけていくかって前提でやってるから、なぜかそこだけすごいポジティブに勝手に主観的になっていて、決まるもんだみたいなね。そもそもそれが違いますよと。なるほど。そんなね、一発行ってクロージングして決まると思ってるのがそもそも間違いだから。断られる前提でって考えたら恐怖なくなるわけですよ。あとはスキルが不足してるだけだからってちゃんと分かってれば、別にスキルを鍛えようとすればいいだけで、鍛えればいいだけだから。ほとんどの人が持ってる苦手意識はいらないんですよね。いらない。営業のフローとして感情曲線って言葉を僕よく使うんですよね。感情曲線。だから営業に関して感情曲線で言うと、例えば最初はその手前がどういう状況かによるんですけど、例えばニーズがあるものに関しては、割とちょっと感情曲線高め、でニーズを掘り起こさなきゃいけないものはそもそもニーズ感情曲線低めから始まるんですけど、どちらにしても最初の信頼構築でちょっとこう上がるわけですね。この人いい人だな、この人に頼みたいなとか、この人が買いたいなとか、ニーズを深掘りしていくとすごい嫌な場面もいっぱい見えてくるんで下がるんですよ。次に理想を描かせて感情をわっと上がっていくわけですよ。で来ると思ったけど、クロージングのタイミングで例えばちょっと高いとか予算がオーバーだとかガンと値段を下げるとふっとこう下がるんですよ。でそれをこうまた上げていってみたいな、この営業の感情曲線があるんですね。でこれを意識しましょうと。だからクロージングってさっきの説明がその通りだとすると、クロージングかけた時に値段を提示した時とかに、安いって言ったらもうすごい何も言うことないんですよ。そのままクロージングできますみたいな。でも高い、要はその人の価値観からするとこの金額払えないんじゃないかとかってなった時に下がってるタイミングなんで、その瞬間にクロージングできるわけないじゃんって言うんですよ。そう考えたら別に簡単な話ですし、感情曲線よく考えましょうと。必ず上げていくんだと。上げていく。下げて上げるんだと。上げて下げるなよと。大まかに言うとするんですよね。これって面白い話が、映画とかドラマって同じなんですよ。
この映画良かった、このドラマ良かったって言うけど、ほとんどのドラマが同じ感情曲線ですよ。へー。大体がだって最初、いきなりこう日常から入る。トラブル、葛藤、バンと落ちるわけですよ。それをみんなでクリアしていきながらこう上がってって終わりですよ。だからもう単純にピュッて入って、ピュッて落ちて、ピュッて上がって、はい、エンド。この曲線ですよね。でも確かにほとんどそうですね。で最近はね、終わり方が下がったまま終わるとか、下がったからちょっと戻りきらずに終わるとかありますけど、基本的にシナリオとしてはほとんどパターン化されていて、確かに変わんないですよ。そんな何パターンもないですよ。これも営業のその感情曲線と一緒なんですよ。なるほど。営業もニーズとか困りごとをかぶっていくと嫌な気分になるんですよ。一緒だ。で、理想を提案してこうなってくると。クライマックス4あと商品説明して、クロージングして、たまにちょっとグッてなって、やばいってなりながら最後ブッとがハッピーエンドで終わると。いや、すごい。本当にそうですね。一緒ですね。クロージングの基本マインドとしては、また相手を動かすには感情を理解し共感しなきゃダメですよ。ロジックで勝ったらロジックで負けますよ。要は値引きで勝ったら値引きで負けるんですよ。なるほど。これはね、牛丼の例がいいですよね。安売りデフレ戦争があって、吉牛がガンガンガンって最安牛丼並みが280円ぐらい。好きなも松屋も追随していくじゃないですか。結局安い、値段で来る人は値段が安いようにいっちゃうんで、値段で客を引いたら、値段で客は逆に引いていくわけですよ。選んでもらう営業こそがね、やっぱ営業の本質ですよね。価格交渉っていうのは、勝ち負けではなく納得を創出するっていう内容ですね。ちょっと掘り込んでいくと、お客様に勝たせるんですよ。勝ったと思ってもらう。なるほど。ちょっとテクニックを言っていくと、正直予算感はさりげなく知りたいんですよね。もしくは、知りたいじゃないな、伝えるんですよ。例えば、すごいいいもんだと思っても、お客様の価値観で、例えば100万だと思ったと。それをうちがいきなり、はい、300万ですって言ったら、その瞬間もう全部それまでの説明と無に帰す可能性がある。確かにそうですね。いきなり、このボンボンをやらないために、さりげなくは、やっぱ伝えますよね。とか、伝え方もあるんですよね。例えば、なんかちょっと話が盛り上がってきたとき、商品説明とかしてるときに、さりげなく、私だと500万ぐらいするんですけど、500万をまず埋め込んどくわけですよ。とか、普通他社だったらこれぐらい10万円ぐらいでやるんですからね。ちょっとパラッと振っとくと、お客様、10万円ってまず入ってくるんですよ。そっか。自分の予算が仮に5万円だと考えてるじゃないですか。わかんないからね。なんとなくこのぐらいかなと。そしたらいきなりそこの瞬間にピッと10万円が入るんですよ。しばらく意識そっち行っちゃうんですけど。でも、10万円を差し込んだんで。だとすると、お客様が、私の最初はってなるんですけど、私のその5万円が甘かったのかなみたいな。5万から10万みたいな、なんとなくゾーンができてくるわけですね。受け入れやすくなりますよね。なるほど。意識の中で許容できる範囲ってあるじゃないですか。許容できる範囲までにしとかないと、そこに置いとかないと、結構無に帰すときなんですよ。どんだけ営業が良くたって、100万だと思ってたものが1000万って言ったら買わないじゃないですか。買えないですよ。そうですね。だからそういうのはやっぱちょっと大事ですよね。2つ目は、必ず複数プラン提示しましょうと。複数プラン。小畜プランみたいなんですよ。最低でも3つ提示しろと。3つ目は、高い価格から提示する。要は値引きができる商品だったら、必ずやっぱり定価とかベースから必ず話しないといけない。上から下ですね。仮にあんまり値引きをしないものだったら、プランによって高い、真ん中低いってあるとするじゃないですか。そしたら、なんですかね、高いプランからまず提示するんですよ。これは、いわゆるだからアンカリング効果みたいなもので、安いものから言うと、逆にどんどん感情をロストさせるんですよね。なるほど。そうですよね。確かに。全部そうなってるんですよ。ジャパネット高田とか見てくださいと。絶対に上から言ってるじゃないですか。なんと、ね、59,800円。でも今なら確かに。さらにってやってるじゃないですか。確かに。意外とこういうの大事ですね。4番は、選択を褒めて理由を引き出しますよね。自己説得を促すというか、例えば、じゃあ先ほどの予算感で、これで、例えばこういうことをやって、こうやってああやってやったらお客さんいくらぐらいだと思ってますかと。10万円です。こっちも最後、多分この商品10万円だとするじゃないですか。そしたら、さすがですね。うちの商品10万円なんですよ。なんでそう思ったんですかすごいですね。みたいなね。別に差異があったとしても同じですね。選択を褒めて理由を引き出す。なるほど。最後、5つ目は、
やっぱ値引きサービスでお客様勝たせるんですよ。あ値引きができるものとかサービスが何かプラスできるものであったら、最後の後押しなんで、あ。はい。ちっちゃい情報が大きなところなんですよね。なるほど。例えばうちもたまにやるんですよね。うちが5万5千円ですと。はい。他社が5万円ですと。お客様はやっぱり、うちの方がいいと思ってるけど、5万円って金額見えちゃってるから、同じ金額にしてくれないですかってご出してくる人いるんですよ。うんうんできない時もやっぱ当然あるんですよね。うん。はい。できる限りは譲歩するんですけど、うん。でもできない時に営業から相談されるわけですよ。お客さんそう言ってるんですけど、でもどう考えてもできないんですよね。でそういう時に、この営業の頭の中では5万5千円で失注するか5万円で受注するかみたいな、簡単にこういう計算がしちゃうんですよ。うん。でも僕は、そういう時大体こうですよね。本当は一切値引きできないけど、どうしてもお客様にうちで引っ越してもらいたいから、私頑張りましたと。本当は1円も引けないんですよ。うん。だけど、もう私怒られてもいいんで1000円引きます。もういいよ、じゃあもう任せるよ、みたいな。そういう感じで言ってみようって言うんですよね。値引きできないものは。これね、でも営業からすると最初ハテナなんですよ。小さな情報が大きな納得を生む可能性があるんですよ。お客様の立場からすると最後言ってみた。アップルに頼みたいけど、最後言ってみたみたいな。こんなのもいっぱいあるんで。でもそこで言ってみたら、最初から無理ですって言わずに、頑張ってくれたと。1000円だけど。その気持ちを買ってるわけですよ。みたいなことを例で言ったら一つありますよね。はあ、なるほど。NG があるんですよ。これね、もうよくやるやつがいるんですけど、予算いくらですかって聞いちゃいけないんですよ、原則。お客さんに。はい。はこれ聞く人は、ほとんどの人ができない営業なんですね。あ。へえ。これ聞くパターンはゼロじゃないんですけど、聞く場合っていうのは、要はお客様がいくらでも需要があって、別にわざわざ営業しなくても取れる、断られてもいいっていう時に、時間が無駄だから聞く人がいるわけですよ。なるほど、なるほど。例えばこちらが20万かかるもの。はい。だいたいパーッと聞いて概算で20万ぐらいかかるの最低で。はい。このお客様20万円多分出せない。前回10万円だったから10万円でやろうとしてるな、みたいなこうニュアンスがあったとしたら、これはストレートに言うんですよ。お客様ご予算いくらですかと。10万円ですって言ったら、あ、それとちょっと無理ですよ。20万は最低かかりますよと。これお互い時間の無駄なんで。だから、どうしても値引きができない時って、予算の乖離がすごくありそうなことが会話の中であったりとか、そういうどうしても難しい時と感じた時だけ聞くことはありますと。もう一つは正直悪い時ですよね。悪い時。はっきり言って悪い営業マンの時ですよ。取れる分だけ取ってやろうと思ったやつ。本当は10万で最悪売れるんだけど、ね、この人お金持ってたし、いるそうだから、なるほど。こっちから10万つと10万になっちゃうから、ね、こっちから自分たまによくいるんですよ。へ正直な話、結構な会社がこれやりますよね。だからもうこの人いけるなとか、緩いなとか、金持ってるなと思ったら、予算いくらですかとか聞いて、全然わかんないですけど、50万ぐらいですかねとかって言われたら、はっきり言って10万で済むものも、なんとか収まし45万円ですとかっていうやつがいるんですよ。なるほど。だから、営業マンも予算いくらですかってストレートに聞くのは、基本はダメですよ。だって聞かれてるんだから、意地悪い人はストレートに、すんげえ安い金額言いますよ。確かに。ちょっと余談ですけど、お客様の立場でやっぱ初対面でお金の話直球で聞かれるのっていうのは警戒心を招く人もいるんですよ。そうですね。確かに。僕が今言ったように何か裏があるんじゃないかと言ったら、この分マックス取られちゃうんじゃないかなと。っていうこともあるし、その結果、やっぱりこう、本音を話さずに距離を置かれちゃう場合もあるんですよ。とにかく、その予算いくらですかって言ったら、価格交渉権の主導権をお客様に渡しちゃってると思ったんですよ。なるほど。それはダメですよ。だから、せめてやるんだったら、さりげないヒアリングで、この時期だと、例えば同じような条件のお客様で、いくらぐらいが多い ?10 万円前後が多いんですけどね。とか、お客様の条件で間取りとかだと、大体これぐらいなんですけどね。ルマン様だったらどのぐらいのイメージをお持ちですかとかね。情報提供しながらこう話すことで相手が話しやすくなるし、顧客のその体感相場とこちらの想定価格のギャップを埋めるヒントにもなるんですよね。なるほど。そういう意味で予算をさりげなく伝える。さっき言ったテクニック、ポイントはやっていいんですけど、予算いくらですかっていうこの文言はちょっとダメです。なるほど。これもクロージングで言っちゃいけないことの一つですよね。うちでやってください。うちで決めてください。要はこれって選択肢で、うちで頼む、頼まないっていう選択肢を出してるんですよ。選ばれる権利を与えてるんですよ。ということは頼まないっていう選択ができるんですよ。このチャンスを渡してるんで。確かに。だから、あんまり言わないですね。最初に言ったように、お願いしますってなるべく言ってもらうような、この誘導の仕方をしていかないと。とにかく
クロージングに関しては、クロージングが苦手な人は断られる恐怖とスキルの不足なだけですから、で、反論や先延ばし、要はその決められなかったっていうのに関しては、そもそもそういうもんだし、で、なんなら試されてるだけですよと。こういう認識でいいですと。ちゃんと感情曲線を大事に設計しましょうと。いうことで、最後のやっぱ判断は、基本は感情が占めるので、人間は。その感情にちゃんと理解して共感してどう動かすかっていうことを考える。なるほど。かなりクロージングの、成功確率が変わると思います。いや、すごいめちゃめちゃいろいろ教えていただいて、営業は誘導するっていう意味が今すごく腑に落ちてましたね。でも一個だけ、これはやっぱ自分の商品、売る商品に自信持ってくださいね。それがあるからやっぱ僕はこれぐらい言えるし、そっか。お客様はちょっと、もしかしたら判断に迷われてても、うちでやった方がいいと思うから、バンと言えるわけですよ。自分が逆だったらこんなの買わねえよみたいに言ってるようなものをここの方式でやってたら、これは詐欺師になりますから。確かに。なるほど。自分の商品を自信持って売れと。はい。ありがとうございました。今日はこれで以上になります。最後まで見ちゃった方とか、少しでも気づきとか学びがあった方がいたら嬉しいかなと思います。ありがとうございました。